出雲の国譲り。太陽の神アマテラスは高間ヶ原を治めていました。地上世界はスサノオの子孫大国主が治めていました。ある時アマテラスは地上は私の子供が治めるべきだと思いました。高間ヶ原と地上世界の境にある橋から下を見ると、地上はとても賑やかでした。アマテラスは地上にいる野蛮な者たちを説得しなければならないと思いました。それで高間ヶ原の他の神々と相談して使者を地上へ送りました。それから3年待ちました。使者は戻りませんでした。使者は大国主と仲良くなって地上世界が好きになったからです。高間ヶ原の神々は困りました。また相談して2人目の使者に弓矢を持たせて地上へ送りました。それから8年待ちました。2人目の使者も戻りませんでした。2人目の使者も地上世界が好きになって自分のものにしたいと思ったのです。神々はまた集まって相談しました。今度はキジを地上へ送りました。キジは2人目の使者のところへ行って言いました。早く高間ヶ原へ戻って報告してください。その声を聞いた地上の巫女が怪しんで言いました。この鳥は不吉です。殺しましょう。それで2人目の使者は神々にもらった矢でキジを射殺しました。その矢は高間ヶ原のアマテラスのところにまで飛んでいきました。高間ヶ原の神々は血がついた矢を見て驚愕しました。それでまた相談して今度はその矢で占うことにしました。もし死者の心が私に忠実だったら、この矢は誰にも当たりません。もし悪いことを考えていたら、この矢は死者を殺します。そう言って、アマテラスは矢を地上に投げ落としました。すると、矢はまっすぐ落ちて、2人目の死者の胸を貫きました。高間ヶ原の神々はまた相談しました。次は竹三日槌を地上へ送りましょう。剣と勝利の神竹三日槌はすぐに大国主がいる出雲の浜へ降りました。浜に剣を立ててその上に乗って言いました。地上世界はアマテラス様のお子様が治めるべきだとアマテラス様は考えている。大国主、お前はどうか。大国主は言いました。私一人では答えることができません。息子の意見を聞きたいのですが、あいにく今は出かけています。竹三日槌は大国主の息子、琴城主を探しました。狩りをしていた琴城主は話を聞くとすぐに、わかりました。この国はアマテラス様のお子様に差し上げます。と言って隠れてしまいました。大国主にはもう一人息子がいました。竹南方です。竹南方は強さに自信がありました。竹三日槌、私と力比べをしましょう。そう言って竹南方は竹三日槌の手をつかもうとしました。すると竹三日槌の手は氷に変わりました。竹南方は手が滑ってつかむことができませんでした。
竹三日月の手はすぐに氷から剣に変わって竹見方を襲いました。竹三日月は竹見方の手を足のように簡単に潰してしまいました。竹見方は恐ろしくなって信濃の諏訪湖まで逃げました。しかし竹三日月は簡単に追いついて竹見方を殺そうとしました。やめてください。殺さないでください。この国を譲ります。と竹見方は言いました。それで竹三日月は出雲に戻って大国主に聞きました。お前の息子たちは天照様の命令に従うと言っている。お前はどうする？大国主は答えました。わかりました。この国を差し上げましょう。でも、一つお願いがあります。出雲に大きい宮殿を建てることを許してください。そうしたら、私はその宮殿に住んで、どこにも出かけません。竹三日月は、大国主が大きい宮殿を建てることを許しました。それから、高間ヶ原に戻って、地上の神々の説得が終わったことを、天照に報告しました。